いつもご視聴いただきありがとうございます。美味しい引き出しの英子です。今日はオレンジブレッドを作ります。前回のお酢を使った2時間ブリオッシュ、お酢を入れるなんて考えたこともありませんでしたとか、ふわふわで美味しく焼けましたとか、もうリピ決定ですとか、嬉しいコメントもたくさんいただきました。本当にありがとうございます。このお酢を使ったレシピに関してはこれからも研究を続けていくつもりなんですが、今回はオレンジピールと生クリームを入れた食パンを作りたかったんで、ここにお酢を入れてみることにしました。その結果はご覧の通り、簡単でしっとりふわふわの食パンができましたので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。では生地作りから始めましょう。材料はこちらです。強力粉、砂糖、塩、酢、太白ごま油、生クリーム、牛乳、オレンジピール、そして予備発酵用のドライイーストと40度ぐらいのぬるま湯です。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まず最初にイーストの予備発酵をします。40度ぐらいのぬるま湯の中に分量の中から3本の指でつまむぐらいのお砂糖を入れて、軽く混ぜたらイーストを振り入れます。このように混ぜてイーストをよく溶かしておきます。イーストからブクブク泡が立ってくるまでだいたい5分から10分ぐらいこのまま室温に放置します。次に粉類を合わせます。強力粉の中に砂糖と塩を入れて空気を含ませるように軽く混ぜ合わせておきます。はい、5分ほど経ちました。イーストはね、このようにブクブクに発酵しています。でこれをくるくると回転させながら生地を作るボウルにジャッと移します。生クリームと牛乳を入れます。生クリームと牛乳は30度ぐらいに温めておきます。ここに先ほど合わせた粉類半分くらい入れます。大体の量で大丈夫です。そしてよく混ぜます。はい、ガーッと混ぜてこのくらい滑らかになって粉が見えなくなったらこれで OK です。はい、蓋をしてこのまま10分室温に放置します。はい、10分経ちました。ではこの中に太白ごま油と米酢を入れます。一度軽く混ぜて、それから残りの粉を全部入れます。最初はぐるぐる、その後切るように混ぜます。全体に水分が回ったらハムスター混ぜいきます。まず容器を縦にして上から手で押さえてヘラの根元を持って向こう側から手前へ、向こう側から手前へ、ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜていきます。この辺にこすりつけるようにするとあっという間に混ざります。はい、こんな感じに混ざればこれで OK です。それでね、今日はここにオレンジピール入れます。混ぜます。これヘラよりも手の方が混ぜやすいですね。ちょっと今手袋してきます。はい、手袋装着してきました。でね、こうギューってこんな感じでやると混ぜやすい。このようにギューってやってオレンジピールをこの生地に混ぜ込みました。そしたらちょっと生地の表面を整えますね。なるべくオレンジピールが生地の内側になるように、飛び出しているのは内側にこうやってね押し込んでおきます。はい、これで OK。 蓋をして20分置いておきます。ここからは30度から35度ぐらいの暖かいところに置いておきます。はい、20分経ちました。ではパンチをします。今日はパンチ1回だけです。オイルをちょろっと垂らします。生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。前回の2時間ブリオッシュはお酢とベーキングパウダーを使ってふわふわにしたんですが、今回ベーキングパウダーは使っていません。
実はね、2回試作をして分かったんですが、ベーキングパウダーは生地に混ぜたらすぐに焼く方がいいらしいんです。で、2時間ブリオッシュは小さめの丸パンにしたために最終発酵が短めでも良かったんですが、食パンだとね40分ぐらいかかってしまうために生地が重たくてふわふわにならなかったんです。そこでまた調べてみますと、お酢だけでもふわふわになるということが分かりましたので、ベーキングパウダーは入れませんでした。生地の表面を張らせるように整えます。またね、オレンジピールが生地の内側に行くように整えますね。そしたら蓋をして2倍くらいの大きさになるまでまた暖かいところに置いときます。今日も外がとても暑くてベランダの温度が32度ぐらいなので、私はベランダ発酵したいと思います。一次発酵が終了しました。32度のベランダ発酵で35分でこのくらいの大きさになりました。蓋までいっぱいいっぱいです。では台の上に移します。ガスを抜いて丸め直します。またボウルをかぶせてベンチタイムを15分ほど取ります。はい、ベンチタイムが終了しました。では成形します。両面に薄く粉をまぶして、まずガスを抜きます。そして綿棒で細長く四角く伸ばしていきます。そんなに綺麗に四角にする必要はないです。大きさの目安はここが、一斤型の幅ぐらい、だいたいね15センチから18センチぐらいですね。この細い方の長さね。こっちの長い方がだいたい30センチぐらいを目指します。で、綺麗な面が下です。だいたいこれが17センチ。そしてこっちの幅が30センチちょっとぐらいね。ちょうどいいです。このように広げたら2つ折りにします。2つ折り、この長さがね20センチぐらいになるようにもうちょっと伸ばしましょう。はい、このくらいでいいかな。はい、だいたい20センチぐらい。 OK。 なんかちょっと伸びちゃったな。伸びちゃったら、はい、こんな感じで OK。 そしたらね、このカードの長さ12センチなんだけど、だいたい12センチ分ぐらい、この辺に一応ちょっと印をつけておいて、7本切れ目入れます。真ん中にまず1本、それからここを3本切るのね。ちょっと印をつけておきましょう。まず真ん中、それからどこから切っても全然構わないですよ。で、このカードの長さで切るのが一番やりやすいかなと思って、このように切ることにしました。多少ねこの幅が同じじゃなくても全然問題はないです。それでこれひねっていきますね。奥の方からグイッと1回転、2回転、3回転。私ね4回転ぐらいがいいんじゃないかと思います。もちろん3回転でも大丈夫ですよ。同じように繰り返します。グイッと1回転、2回転、3回転、4回転。グイッと1回転、2回転、3回転、4回転で、ここを押さえます。ねじねじ終わりました。そしたらこっち側から巻いていきます。きつく巻かないでゆるく巻いた方が巻きやすいと思います。ほわ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 っと、ほわ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 っと巻いていきます。巻き終わりはこのようにつまんで閉じます。
したら型に入れましょう。はい、こんな感じで入りました。最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。型よりちょっと出るくらいまでが目安です。だいたいね40分ぐらいかかると思うんですが、30分ぐらいから様子を見るようにしてください。先ほどの布をかぶせて最終発酵行ってきます。はい、35分経ったところで出してきました。で、オーブンは今180度に予熱をスタートさせています。天板も一緒に入っています。今このくらいの状態なんですね。型からこのくらい出ています。一番高いやつ、これでも1センチ近くはあるんですが、全体的に1センチぐらい型から出るくらいまで室温発酵に切り替えたいと思います。それで最後に牛乳を塗りますので、塗る時に乾燥してた方が塗りやすいので、何もかけないでこのまま放置しておきます。はい、あれから7、8分ぐらい経ちました。どうですか？1センチぐらい出てますよね。これで OK です。うちのねオーブンは180度になるのに4分半ぐらいかかるんですけど、それからさらにまたね3分4分ぐらいこのまま放置しておきました。ではここに牛乳を塗っていきます。溶き卵でもいいんですけど、溶き卵今日ね生地に使わなかったので牛乳を塗ります。このねじねじの幅が随分違くて、これがねちょっと大きいですけど、あまり気にしないで、いろんな模様があって OK だと思っています。このくらいで OK。 そしたらグラニュー糖を振ります。今日はね小さじ1杯ぐらい、ちょっと多めな感じなんですけど、多い方が美味しいので、これはもちろん省略しても大丈夫です。今日のねこの生地はちょっと砂糖を控えめにしたんですよ。オレンジピールが入るので、ここで甘さをプラスっていう感じで考えてみました。結構ね砂糖いっぱいかけました。では、180度でまず10分ぐらいで、その後170度に温度を下げて、14、15分ぐらいを目安に焼いていきたいと思います。はい、焼き上がりました。180度で10分、その後170度で15分焼きました。先ほど塗った牛乳、これをね焼き上がりにもまたちょっと塗るとツヤが出て綺麗になります。はい、完成です。今回のお酢入りのオレンジブレッドはいかがでしたか？お酢を少量入れることで水道水の pH がパン作りに最適な pH に調整されるので、よく発酵しふわふわになるということ。グルテンは加熱すると固まるんですが、お酢の粒子が固まる作用を弱めるために柔らかくなりふわふわになるということを学びました。皆さんもぜひお酢の効果を試してみてくださいね。お勉強になったなと思ったらポチッと高評価ボタンを押していただけると励みになります。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。